はい、今回ワールドカップ Vlog 第2弾ブラジルアメリカ編です。行きましょう。はい、今回もなかなか移動距離が移動距離やばいね。でまずはここからアメリカ行って、でアメリカで2日間調整してからブラジルに移動。初出演はじめまして。今回初めての出演ということですごい緊張してるんですけど2回目なんですか？ちょっと頑張ります。あれ誰ですか？スパイキーユージですか、まさか。私ですちょっとこれ今回これで行こうかなと思うんでお願いします。はい、ということで、13時間ぐらいのフライトを終えて、昼過ぎに空港に着いたので、ちょっとだけ1時間ぐらい休憩して今ジムですね。眠いね。眠い、さすがに。ヨーロッパには慣れてるけどやっぱアメリカ慣れてないね、やっぱり時差ボケが。でも今日動いていかないとある程度ね、やっぱり長時間こう座ってたから下半身とか体の感覚ちょっと落ちちゃうから、ちょっとフィットネス行って、大きくストレッチしたりとか、今日もなんか簡単な課題登って本当にちょっと汗かくぐらい今日は、そうね。で終わろうかなっていう。今回珍しくやっぱブラジルってこともあって、結構早めに前入りしてるから、今日明日登っても2日レスト。そうだね。そうで大会臨めるから、だから今日もちゃんとね動きましょう。汗流す感じで。でちょっと登っていきます。デイ2デイ2は多分ナショナルのトレーニングセンターに行くっぽくて、今日は結構しっかり登ろうかなと思ってて、どうせ2日レストあるんで、頑張りましょう。マッシュ。ありがとう。今日の主役が来たよ。今日はテキサスの、ナショナルチームのトレーニングセンターに来させてもらってます。なんかさ、国でじゃなくてさ、州ごとにあんのすごいよ。すごい。だから栃木県のトレーニング施設みたいな。いずれクライミングそうなりますから、日本も。もう日本ありえるんじゃないかな、近い未来。だいぶ頑張んないと。でも楽しみですね。トムさん、でもそうだと。俺もこのムーブちゃんと立ってないの。でもノーハン手残しじゃないんだよね。
てきたまだあっちゆいちゃん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 持てはいゆいさんはいお迎えするよいいですか、吹いて。ベーコンですけど。めちゃくちゃちゃんとしてるじゃん。はい、ブラジルに来たということでアサイーボール行きたいと思います。初めて食べるアサイー。なんなら日本でも食べたことないから、なんか個人的に思ったのはちょっと空港の周りとかはちょっと南国っていうかリゾートっぽい感じがある。ああ、なるほど、ね。空気感とかするんじゃなくて。何もついてないんじゃないですか。なんかすごいです。ちょうどいいちょうどいい。かっこいい、なんかめっちゃかっこいいですよ。これ写真撮ったらめっちゃかっこいいと思う。これ本当？うん。めっちゃ怖い。あ、俺。はい、ということで大会前日なんですけど、今日は朝から徒歩3分の最高のクライミングジムに行き、はい、まあ1時間ぐらい軽くスラブと傾斜とやって、今はですね、なんか自然公園に来てちょっと歩いたりとか。南米感強いっす。葉っぱといい草の感じがなんかでも過ごしやすいの、まあ、秋だからってのあると思うけど、こっちの全然湿度も感じないしね。コンディションはすごい良さそう。まあ調整はかなりうまくいってるんじゃないかなと。楽しみです。ういっす。今日は大会の朝ですね。今日は5時ぐらいに起きて、朝食を食べて準備をして、今7時なんですけど、8時頃ホテルを出発するので、それまで、ウォーミングアップだったりとか、まあそういったものをしたいと思います。天気的にはちょっと、まあ湿度高くて雨が降りそうな感じはあるんですけど、まあ、この後しっかり晴れたらいいなっていうところと、意外と気温が寒いんで、まあ結構そのアップエリアでもしっかりアップしていかないとなと思ってます。はい、ということで無事ウォーミングアップを、まあ、大体やって、まあ、ちょっと部屋が今回結構狭くてなかなかこうできない種目もあったんですけど、まあ、動いた感触でいうとかなりこう体は朝早いんですけど動くかなっていうところと、まあ、やっぱり今回こう、まあ、4日前ぐらいからこっちに入ってアメリカに調整してブラジルに調整してっていうことがあったんで、感触はかなりいいんで予選からかなり期待できるかなと思ってます。で次はですね、まあ、ISO の中はちょっと動画が撮れないので、まあ、予選が終わったら、まあ、それの感想であったりとか、まあ、この課題がこうだったよとか、明日に向けてのこととか取っていきたいと思います。頑張ります。うん。
はい、ということで予選が終了しました。お疲れ様です。ちょっとまだ途中なんで最終順位は全然わかんないんですけど、流れとしては結構1と2の完登数が低くて、後半3本が登れるかっていうところだと思うから、2人とも3本とも登って通過はしてるかなっていう。通過は硬い、ブラジル戦ってこともあって参加人数が少ないのもある、通過は硬いけど、正直今日の前半戦の結露してる感じのフリクション、明日9時スタートだから、競技順が早いと厳しいっていう感覚があるから、通過はしてるけど一つでもいい順位で通過したいっていうのが。そうだね。なんか結構お互いそうだと思うけど、調整だったりとかアップの感じで、引きだったり保持の感覚はすごい良くて、結構楽しみに出たんだけど、なんかこう1課題目触った時点でもう手でコントロールが何も効かなくて、分かる、様子がおかしかったよね。出力できなくてうまく頑張れなかったから、ちょっとこの保持感きついなと思って、後半3本がコントロール系で、それをしっかりコントロールできたのはすごい次につながるかなっていう。はい、今日もまた頑張ります。意外と顔ないんだけど。顔やばい。いや、ふやけちゃったから、あのフリクションだとどうしようもないんだよな今のところ。多分決勝はいいはずだから絶対パリパリになる。このフリクションを明日どう攻略するかをちょっと今日この後考えます。作戦会議します。あれです。おはようございます。今日は準決の日の朝です。体の疲れとかで言うと、出力系が前半の2本しかなかったってことで、疲れもそんなになかったんで、昨日よりもアップも短く済んだというか、結構温まるの早かったかなっていう感じがありますね。で、今日は気温は昨日と同じような感じだけど、ちょっと出番が遅いから、向こうのジムでのアップの長さだったりとか、ちょっと調整してやろうかなと思います。で、あとは本当に川が、見えるかな？見えないか。そう、川がちょっと、挑戦段階で減りすぎちゃっててあんまりないんで、ジムでのアップも、ちょっと指輪を使わないコンタクトとかっていうよりは、ボディをしっかり温めるようなホールド選んだりとか、バランス系だったりしっかりやっていこうかなと思います。今回本当にメンツ的に、フランス人と、日本人がトップにいて、っていう状況で、普段のワールドカップよりは決勝が狙いやすいようなタイミングなんで、やっぱりこのタイミングをしっかり逃がさず、優勝を狙えるように、まずは決勝を目指して頑張りたいと思います。頑張れ！ナイス！いいぞ！前前前！頑張れ！頑張れ！
ち着け落ち着け。横取りしてる。はい、ということで今ですね部屋に戻ってきて、ご飯が食べ終わったところなんですけど、今回きつかったな。なんか本当に課題も長かったし、強度もあったんでかなりきつかったんですけど、ちょっと見てください。珍しく見えるかな、この皮が全部やばい。なんか僕乾燥手なんで普段なかなかこう血出るとかってないんですけど、ちょっともう大会中に2本ぐらい血が出て、きつかったですね。あと顎もこことここと、あと耳も血が出て、耳血出たの初めてなんですけど、ハードな戦いでした。ちょっとかなり疲れてるんで、詳しい話は明日メイツと一緒にしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、ブラジル戦が終わったということで、決勝戦の後にトマさんに感想をいろいろ聞こうと思ってたんですけど、バタバタしてて、バタバタしてたし、会場がもうめちゃくちゃ騒がしかったから、実はもうここ今アメリカにいます。アメリカ来ちゃってます。でもブラジルの締めということで、ここでちょっと感想を聞いていこうかなと思います。はい。明治からの方がいいんじゃん。そうね。じゃあちょっと明治から意見と。そうだな、僕は結果的には最終順位は9位ということで、準決勝敗退。どうだろうな。すごい決めきれなかったに尽きる。確かに。だから本当最後の集中力がなんかちょっと入ってなかった感じがして。でも自分の今までの感覚で言ったら、このパフォーマンスだったらもう本当に17位とかその10位後半を取るようなパフォーマンスだと思っていたけれど、こう9位という順位を取れたことによって、ある意味少し自信がついた。変な自信のつけ方なんだけど、なんかこうダメだった時も戦えてるっていうのは、本当に自の力がついたのかなっていうことで、あまりこうネガティブではない印象ですかね、9位っていうのは。それはね、俺も思ってた、明治を見て。なんか結局その自分が一番得意なできることはしっかりやったし、そうね、後の部分はやっぱり大会でのこう集中力だったり、本当にほんのちょっとのなんだろう、読みとかそういうところで登れる登れないがすごい分かれる部分だったと思うから、大会に向けて体の調子を上げていくっていうのはもう本当に年々上手くなっていってて、でやっぱこの気持ちの部分、本当にここ一番って場面での集中力っていうのがやっぱまだ大会によって波があるっていうのは自分でも感じてて、今回はすごい良くない部分が出てしまったんで、それをこう決勝とかで久々にこうみんなの登りを生で見ることができて、すごい刺激をもらったんで、次のアメリカ戦はなんか気合が入り直したんで、すごい頑張れそうです。でということで、僕の準決勝敗退の話はどうでもよく、友和さん3位おめでとうございます。いやー難しいファイナルでしたね。ちょっといろいろ感想を聞いてみたいなと。本当はやっぱり優勝を目指して中国からすごいいろいろ工夫してやってきたから、悔しい部分はあったけど、でも純粋に去年は後半戦全然うまくいってなかったし、その中で久しぶりに表彰台に立ってたから、まずそこは良かったかなっていう。あとは個人的に今回一番良かったのは準決の集中力の感じがすごい良くて、すごかった。なんかもちろん完登が結構出たラウンドではあったけど、その中でできることをしっかり一撃して決めていけたっていうのは、かなり成長を感じたかなっていうのはあったし、決勝は結果的には0冠に終わっちゃったんだけど、なんか本当に全然実力不足だったなっていうのは感じなかったから、0冠だったとしても。なんかその考え方だったりとか、本当に課題への1トライ目の
どう攻めるかとか、なんかその辺の変化がうまくできたら、なんか次はもっといいパフォーマンスを出して、本当優勝もまた狙えるような感じになるかなっていう感じですね。いやでもまあいい大会だったかな。いやすごいパフォーマンスも良かったし、あと初南米ってことでさ、いやじゃ盛り上がりが観客がやばいね。もうね全然会場のキャパ的に1ぐらいだと思う。すごい観客が実は少なかったんですけど、まあ入らなかった、もう満杯で。でも歓声はどの大会よりもすごかったかもしれない。落ちても湧くし、もう確信終わってテクテクしてるところも湧くし、何をしても湧く。そうそう。チョークアップしてても下手したら湧くぐらい、会場の盛り上がり、やっぱ南米の人たちノリの良さといい。あと結構さ、お店とか行ってもさ、わかる。なんか柔らかくて、すごいノリが良くていい人が多くて、またブラジルあったら、まあめちゃくちゃ遠いけど行きたいな。いやブラジル戦またやってほしい、ぜひ個人的には。もうすごい友達もできたし、もう一回挨拶しに行きたいな。はい。まあでもこんな感じでブラジル戦は終わりました。はい。次はですね、アメリカ戦がすぐなので、ちょっと楽しみに待っててください。実は今日も最終調整してました。はい。最終調整ではないか。はい。じゃあ頑張ります。頑張ります。バイバーイ。